今回は文具好きの乗組員2名に気になる文具を教えてもらおうと思います。ほぼ日手帳チームの愛理です。白戸です。本日はよろしくお願いします。お願いします。白戸さん、気になる文具を紹介お願いします。はい、スタンプを私は使いたいなと思っています。たくさん可愛いスタンプが出ているので、私はちょっとチャレンジしてみようかなと思っています。これだけたくさんあると選びがいがありますね。そうなんです。今年初めて回転印が出ます。ムーミンの回転印になっていて、これが歯車が3つ分かれていて、そちらを回転させて自由に組み合わせて使えるアイテムになっています。イラストもシンプルで手帳に使いやすい記号的なものから、ムーミンのキャラクター、愛らしいキャラクターもいろんな表情がついたりとか、アイテムであったりとか、すごく細やかなデザインがあって、自由に自分で組み合わせられるっていうのもすごく使いやすくていいなと思っています。私もあんまり普段かさばるものは買わないんですけど、これだと1個でたくさんスタンプが選べるので、これはちょっと素敵だなと思って見てます。確かに。おすすめのスタンプ台ってありますか？あります。食べましたね。ずっとバーサマジック、月猫さんが出しているバーサマジックをお取り扱いをさせていただいていたんですけれども、今回単色でたくさんおすすめの組み合わせを選んでラインナップとして追加しているので、普通のバーサマジックと別でブリリアンスというちょっとゴールドとか光沢感のあるものも入れているので、いろいろ組み合わせてみると楽しいかなと思います。なので、ゴールドのスタンプって珍しいですよね。そうなんです。すごく発色もちゃんとラメ感が出るので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思っています。早速愛理さんに、回転印を押すときに押してみます。いただきたいと思います。はい。色味はちょっとムーミンらしいはい色にしますか。じゃあこれで、お願いします。先が尖ってて繊細なスタンプにも使えるのが嬉しいポイントですね。そうですね。ポンポンするだけで意外とインクがしっかりつくので手軽に使いやすいと思います。じゃあ押してみます。すごい。すごい。この幅にぴったりですね。しっかり出まして綺麗でございます。今回使ってみたのがこの星3つなんですけど、なんか良かったことがあって、今日は星1つ2つみたいな感じで塗っても良いかなと思います。なるほど。ハビットトラッカー的な感じでも使えそうですね。使えますね。四角だったり丸だったりもあるので、いろんな使い方ができるかなと思います。さりげない横のムーミンのイラストも可愛いですね。可愛いですね。オリジナルでもたくさんスタンプが実はあって、これが木製のスタンプになるんですけど、私はその中でもこのやる気サポート隊という3つセットのスタンプがすごく気になっていて、実は去年出た新作なんですけど、この締め切りとかチェックにちょっといろんな意味合いに取れるようなスマイルが入っておりまして。そうなんですね。そうなんです。本当だ、顔がついてて可愛い。なんかこの笑顔が普段温厚な人がちょっと怒り始めてる笑顔に見えたりとか。締め切りはちょっとドキドキしますね。そうなんです。でも例えば締め切りを押して余裕がある時はニコニコしてる風に見えるけれど、迫ってくると圧力のプレッシャーみたいな感じに見えるのがなんかいいなと思って、今年はちょっとこれで締め切りとかスケジュール管理してみたいなって思ってます。手帳にぴったりですね。そうなんです。あとはフレームスタンプが使いやすいかなと思っていて、これが実はオリジナルの月間カレンダーのサイズにぴったりなので、大切な日とか気合が入れたい日とかにちょっとフレームとして使ってみたいなって思ってます。いいですね。サイズ感試してみますか？ちょっと実際に押してみたいと思います。はい。ちょっとせっかくなので新作のブリリアンスを使ってみたいと思います。インクパッドの話なんですけど、軽くて持ち運ぶ時に重ねられるのもポイントだったりします。
ったり綺麗。ちょっと角度変えるとキラキラして見えるので。ですね。なんか大きいイベントだったりお誕生日とかにぴったりですね。そうですね。中にイラスト描いたり予定も書き込めるのもいいなって思ってます。ちょうどぴったりなので本当に邦画に今すごいぴったりに押せました。めちゃくちゃです。ちょっと締め切りスタンプもしてみます。ちょうど四角なので角に合わせて押してみようかなと思います。すごい綺す麗。ごいぴったり。しかも何の締め切りなのかも書ける余白があっていいですね。そうですね。楽しみ店の会場でもこのスタンプを販売していた時にお客様がよく手に取っていた柄があって、結構シンプルなお休みの日のスタンプとか祝日マークだったり、この花丸もあって、やっぱシンプルなものだけれどちょっとゆるいデザイン性があるものっていうのが使いやすいのかなと思って、例えば締め切りがクリアできたら花丸をつけるとか思いつきですけど、クリアできたらここに花丸をつける。いいですね。達成感が出る。そうですね。あとはインクパッドを持ち歩かなくても大丈夫なスタンプもあって、それがこちらのポチット6になるんですけれども、シンプルで可愛いですね。そうなんです。これが浸透印になっているので、そのまま手軽に使いやすくって、サイズ感も小さいので月間カレンダーであったりとかちっちゃなスペースにも使いやすいので、手帳との持ち歩きにもすごくおすすめになっています。じゃあせっかくなのでちょっとムーミンを押してみたいと思います。使いやすそうな。ムーミンのお母さんのバッグとかお買い物の記録マークとか、スナフキンは旅のイメージがあるとか、結構自分で意味をつけて使い分けられるのも楽しいかなと思ってます。ちょっとお買い物する日にムーミンママのバッグを押してみたいと思います。軽くポンと押すだけですごい。ごく綺麗にパッと出るので、初心者の方、私もまさに初心者なんですけども使いやすいですね。押したところに狙いやすいっていうのもいいですね。確かに。一応定番でも手帳に使いやすいから、今日の気分の顔マークであったりとか、食べ物系であったりとか、動物であったりとか、可愛い柄も用意しているので、気分に合わせて使い分けていただければいいかなと思います。手帳で食べたものを記録している方も多いかなと思うので、うんそういった方にもおすすめですね。確かに。たくさん見るのが可愛いですね。続いて、スタンプとまたは別でデコレーションアイテムとしてデコラッシュというのもたくさん種類があるので、今年取り入れたいなって思っています。種類がたくさんありますね。そうなんです。ここにあるのが実は全部じゃないんですけれども、でも今年の新作の中でも特に私が気になっているのがこのハッピーアイスクリームという柄になります。可愛い、夏にぴったりですね。そうなんです。私春夏秋冬アイスを実は食べるんですけど夏の暑い時期もアイスは好きですし、冬はこたつでアイスが好きなので、結構アイスは新作が出ると食べることが多いので、そういった記録とかにも使えるかなって思ってます。山岡さんに引いてもらいますじゃあ引いていきます。このポイントとしてはグッと立てるのがおすすめで引いていきます。落ちているアイススタートだ。かわいいいろんなアイスがありますね。そうなんです。カップもあればコーンもある。溶け具合もちょっと違ったりしてですね。こういうちょっとお茶目な落としちゃったアイスとかもあります。こういった細かな違いを見るのも楽しいですね。なかなか自分でこういう絵を描こうとすると難しかったりするんですけど、デコラッシュだと引くだけで彩れるのでいいですね。そうですね。1個だけ押したいっていう時にも使えるのがすごく便利で、そんな上級テクニックがあるんですか？ちょっと何のアイスが出るかな、次聞いてみます。はい。すごい。こんな感じで、アイスを食べた日に押すのもいいかもです、ね。すごいいいですね。何が出るかもちょっと楽しみなのも、デコラッシュならではですね。切り方のポイントはあるんですか？クッて。ク
持ち上げるみたいな。クッと押してクッと引いてクッって感じですね。なるほど。オノマトペが関西出身なので。そのリスの袋は何ですか？お目が高いですね。これが小さな永久紙袋といって、今までもっと大きいサイズの永久紙袋であったりとか、手帳のおまけでもっと小さいサイズの紙袋、永久紙袋も出してたんですけど、そのちょうど中間くらいのサイズ感になっていて、まさに文具を一緒に持ち歩くのにぴったりのサイズ感になっているかなと思います。何を入れるか悩みますね。そうですね。でもちょうど今紹介したスタンプ類であったりとか、このデコラッシュも多分このカバー外してしまえば今出てる全種類入っても全然余裕があるぐらいなのかなと思います。紙袋は 100% オレンジさんになるんですけど、大きなリスの裏にお引っ越しのリスたちがたくさんいますね。たくさんいたりして、靴履いてる。そうなんです。ちょっとあれですね、デザイン的におやつとか持ち歩いてもぴったりかもしれないです。確かに。これ中にポケットもあるんですか？そうなんです。内側にちっちゃなポケットもついているので、ごまごました飴とかそういうのも入れますね。そうですね。ちょうどデコラッシュも入ります。私はこの北岸由美さんの白猫のテーブルデコレーションというロール付箋が気になってます。ロール型って珍しいです。そうなんです。私も今まで使ったことがなくって、ね、ちょっと今回出たのでちょっと手に取ってみたんですけど、ロール型になってるんですけど、前面が粘着になっていて、イラストのちょうど切れる部分に切り込みが入っているので、この部分でピリッと切れて使えるデザインになってます。ちょっとしたメモにも使えますし、このまま手帳に貼ってもデコレーションとして可愛いです。ちぎってそのまま貼るだけですごく華やかになります。可愛いですよね。なんか特別なことがあった日とかに使いたくなりますね。そうですね。北岸由美さんの白猫のミニお手紙セットが気になっています。これがもともと北岸由美さんの作品の中に出てくるアイテムを実際に商品にしたアイテムになっています。ファンの方は嬉しいですよね。そうなんです。実際に出てくるものが実物になるっていうのを持っているだけで嬉しくなるなと思って選びました。サイズ感もすごく可愛いです。そうなんです。プレゼントに添えたり。そうですね。ぴったりですね。一緒に使えるシールもついてきます。柄は、封筒も便箋もそれぞれ3種類ずつあります。封筒は各2枚ずつで、便箋が各4枚ずつ入ってます。シールは1枚で、ただ封筒の6枚分はついてる感じですね。可愛い。ちょっとした贈り物に添えたり、お礼のお手紙とかに使ってみたいなって思ってます。あともう一つ気になっているのが松林誠さんのポストカードセットになります。全部で4枚入っていて、企画をされていた諏訪と話をした時に、原画を見た時にこの色の鮮やかさっていうのにすごく目を奪われたっていう話を伺って、なので印刷でそれを再現するのにすごく色味の再現っていう部分にこだわったと聞いて、実際実物を見た時に私もパッと気持ちが明るくなるようなカードだなと思って。このお花の形も珍しいですよ。そうですね。ちょっとしたメッセージカードとしても使えますし、ちょっとインテリアとして飾っても素敵かなと思ってます。愛理さん、気になる文具を教えてください。はい。まずご紹介したいのがほぼ日の方眼ノートです。私は書くのがすごい好きなので、手帳とは別にこういったノートを使おうと思ってます。久保田博子さんのこちらのノートです。こちら猫が線香花火をしているようなデザインになってます。キラキラしてて可愛いですね。そうなんですよ。キラキラしていて可愛いですよね。可愛いです。裏側には狐がいて、夜の街が広がっているようなデザインになっています。内側が方眼になっているので、文字たくさん書きたい方だったり、綺麗に図だったり絵を描きたいっていう方にぴったりのノートになってます。
サイズが2つあって、こちらが今英語サイズです、はい、 A6 サイズもご用意があります。各量に合わせて選べるのが嬉しいですね。そうですね。でもう一つ素敵だなと思っているのが坂口恭平さんのデザインになっていて、表側が朝のデザイン、裏側が夕方の日が沈んでいく様子になっています。こちらも内側が方眼のデザインになっていて、横に長く描きたいよって方におすすめの形です。続いてご紹介したいのがほぼ日のメモ帳セットウィックスサイズです。オリジナルサイズとカズンサイズもあるんですけど、私はウィックスと合わせて使いたいなと思っています。何に使いたいと思ってるんですか？私ウィックスで読書手帳を作ってるんですけど、読書していく中で知らない単語が出た時にどんどん自分の単語量を増やしていきたいなと思ってメモするようにしてるんですね。で、今まで小さいメモ帳を使ってたんですけど、ウィックスと合わせて使えるサイズがぴったり見つかったので、これを使おうと思ってます。続いてご紹介したいのがウィックスのクリアカバーです。なんだかんだ持ち歩くと汚れるから大切に使いたい人にはおすすめですね。おすすめです。私も今年もこれを使ってたんですけど、やっぱりクリアカバーがあると安心感があるのと、あとはペンホルダーだったりちょっとメモだったりチケット挟みたいなみたいな時にも便利かなと思います。クリアだとこういう柄物につけてもいいですね。はい、いいです。早苗優里さんのカバーすごく可愛いですよね。すごく淡い色で可愛いデザインになっています。ここにシルバーの部分もあったりで、見ているだけで楽しいデザインです。グリーンのウィックスにもつけてみたんですけど、こちらの方が割とはっきりと色が出て綺麗なデザインになってます。下の色が変わるだけで結構印象も変わりますね。ですね。続いてご紹介したいのがシールです。こちらが奥美代さんの透明刺繍シールセット。こちらが早苗優里さんの重ねるシールになってます。可愛いですね。すごく可愛いデザインになっていて、どちらも選ぶのが楽しそうないろんなデザインになってます。私がかさばらないようなシールとか付箋とかを集めるのがすごく好きなので、この2つは絶対に買おうっていうのが決めてました。かさばらないがやっぱポイントがなんですね。はい。かさばらないシールはいくら買ってもいいと思ってます。なるほど。でもやっぱ持ち歩けた方が結局使う頻度上がりますよね。そうなんですよ。いつでも使えるっていう安心感もありますよね。シールを出してみたんですけど、すごい可愛いデザインですよね。そうですね。小さいサイズと大きいサイズとあるので、こっちは手帳に貼って、例えばこっちは少し大きめなので、こういったクリアカバーとウィックスのカラーズの間に挟んでも可愛いデザインになってます。可愛いですね。好きなのを選んでこうやって挟むと自分好みのデザインのカバーになるかなと思います。クリアなデザインなので貼るだけでなんかそこに刺繍がされてるみたいに見れるのが面白いですね。ですね。すごい可愛いデザインです。可愛いです。続いて重ねるシールご紹介したいと思います。こちらのシールが開けていただくと2枚入っています。どこがお気に入りポイントですか？素敵だなと思ったのが、このどの色にどのこう重ねようかなっていうのが自分好みで選べるっていうのがすごくいいなと思いました。確かに。私が日記を1日ページのところに書いてるんですけど、やっぱりちょっと空いちゃうところだったりあったりするので、ところに重ねて貼ると可愛いのかなと思います。青い部分とかに重ねると湖に白鳥が泳いでるみたいになりますね。本当ですね。可愛い。実際に貼ってみてもらってもいいですか？実際に湖に白鳥を泳がせてみます。この真ん中の大きいの貼っていきます。水面のなんていうんですかね、波、水面の感じもデザインになってるんですね。すごい可愛いです。どこに泳がせるかその人それぞれに決められるということですね。そうですね。植物とかも置いてみましょう。いいですね。なんか優しい色合いにちょっと光沢感のあるシールが可愛いですよね。組み合わされるとすごい可愛いですね。シルバーなのでピカッとするのも綺麗です。でこういったシールだったり紙だったりパラパラとしたものをまとめるのにおすすめなのがこのクリアファイルです。私が素敵だなと思ったのがこのリスがゾロゾロっていう 100% オレンジさんのデザインなんですけど、オリジナルサイズ用、カズンサイズ用それぞれサイズがございます。
じゃあオリジナルサイズ開けていきます。全部で3枚入りですかね、オリジナルは。オリジナルは3枚入っていて、それぞれ異なるデザインになっています。可愛いですすね。ごく可愛いです。で裏側はシンプルなデザインになっています。裏表で色味も違うんですね。そうですね。使い方だったり入れるものに合わせて選んでも良いかなと思います。じゃあ一番気になるこのデザインのファイルに入れていきます。こういうパラパラしたのもひとまとめにできちゃいますね。ひとまとめにできて、しかもこのオリジナルサイズにぴったりなので、ここに入れてもぴったりでおすすめです。あれなんですね、カバーのさらにポケットの中に入るサイズ感なんですね。そうなんですよ。少し小さめのサイズになってるので、なるほど、それは持ち歩くのに便利です、ね。確かにめちゃくちゃ便利ですね。カズンサイズも開けていきます。カズンサイズは2枚セットになっていまして、じゃあもうリスがゾロゾロと並んでいる様子が見えます。すごいゾロゾロしてますね。なんか何してるんだろうっていうのが気になるようなリスがたくさんいます。続いては付箋ですかね。はい、私はシールも選んでたんですけど、早苗ゆりさんのつける付箋森の湖が気になってます。可愛いです。開けてみます。名前が透けるということは透けるんでしょうか。そうなんですよ。こんな感じで伝わりますかね。少し透けてる。なんかトレーシングペーパーみたいなそうなん感ですよ。じに見えますね。でこういう感じで手帳に貼って使いやすいになってます。散歩に行ってきたみたいなでも感じで書いたり、あとは美味しそうなおやつとかを見つけた時によかったらどうぞっていう風に書いて貼ってプレゼントするとかにもおすすめです。添えるだけで本当に華やかになりますね。そうなんですよ。すごい可愛らしいデザインで。粘着は上の部分だけある感じですかね。そうです。この上の部分ここですね。なのでピタッと貼るだけで使えます。この薄さだと一緒に持ち歩けてすごくいいなと思います。愛理さんはかさばらないがポイントですもんね。薄いものはいくら買ってもいいと思ってます。薄いシリーズに仲間ができましたね。気づいたらどんどんバスになってるんですよね。結果的に厚みが出そうです。私は 100% オレンジのリスのお引っ越し一筆箋を選びました。柄が5つあって過去6枚ずつあるんですけど、こんな感じでいろんな柄が入ってます。よいしょ。こんな感じで使えるので結構これもかさばらなくて嬉しいなと思ってます。ここにドット柄が入ってるので文字も書きやすいデザインになってます。さっきご紹介してたカズンサイズのクリアファイルにも入るサイズなので、なんか何枚か好きな柄を持ち歩くにもぴったりです。色味もポップで可愛いですね。元気が出るデザインになってます。5種類あるので5種類ここのアクセントになっているようなイラストも違うのがポイントです。いろいろとご紹介してきたんですけど、まだ他にもちょっと買うか悩んでる商品があったりはするので、皆さんもオンラインストアだったり予告ページ見て自分にぴったりの文具を探してみてください。私もたくさんちょっと欲張りすぎたかなって思ってるんですけど、ちゃんと自分と手帳会議ならぬ手帳文具会議をしてこれからいろいろ決めて使ってみたいなって思います。今日紹介した文具は9月1日に発売になりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。